こんにちは、いさよりチャンネルです。今回はレクサス GX550 の納車の様子をお届けいたします。動画の前半は納車式の様子、後半で GX550 の外装と内装の紹介をしています。それでは早速納車式の様子からどうぞ。レクサスさんに到着したら早速納車ルームに案内されました。この動画を見てもらってもわかるようにとにかく大きいです。ちょっと引きで撮ってみますね。通常の価格だと入りきりません。これはめちゃくちゃ大きい。でもそれ以上にかっこいい。見てもらえるとわかりますが、納車ルームにギリギリのサイズです。今座った状態で撮っているのですが、下から煽った感じなので余計に大きく感じます。 GX の全長が 4970mm に対しアルファードが 4995mm、 大きさのイメージが伝わるでしょうか。今まで乗っていた NX が 4660mm なので、それより 300mm 近く長くなったわけです。タイヤもまあ大きい。身長150センチの娘が隣に立つとこんな感じです。続いては実際に乗り込んで機能面についてレクチャーを受けました。エンジンを起動します。エンジンをつけた時の音と振動が NX と全然違います。それはそうなんですけどね。こちらのボタンで電動ステップのオートとオフの切り替えができます。基本的にはオートのままですが、洗車するときはオフにしておいた方が洗いやすそう。座席の調整は運転席の横です。高さも結構出せるので小柄な方でも安心です。運転席のメモリーは3人分できます。ヘッドライトのオートボタンは右側面。このハンドル周りの機能詳細の動画は後日改めて出そうと思っています。何か気になる機能などありましたらコメント欄にお願いいたします。センターコンソールにはクールボックスがあります。スイッチでオンオフ可能です。 USB コネクターはタイプ C が2つ、それからシガーソケットもついています。この部分がトランスファースイッチです。通常時はハイレンジになっています。すごい山道や雪道、岩道を走るときはローレンジの方にスイッチを切り替えます。スピードは出ないのですが、大きな駆動力が出るので、そういった道に適しているとのことです。その左側にあるのがデフロックスイッチ。ぬかるみなどにはまった時に使用いたします。なかなか使うことはないとは思うんですけどね。続いてこのダイヤルがモードセレクトスイッチです。ダイヤルを回すことでモードを切り替えることができます。上からカスタム、スポーツプラス、スポーツ、ノーマル、コンフォート、エコです。普段はノーマルですかね。コンフォートとエコの違いなんかも試してみたいです。レクチャーも終わったのでいよいよ出庫です。今回は納車の記念品もたくさんいただいてしまいました。そちらも最後にご紹介いたします。さすがレクサスさんです。サービスと対応が素晴らしかったです。あと驚いたのが、出庫する時にスタッフの方が両サイドにずらーっと並んでお見送りをしてくださったことです。お忙しい中、本当にいろいろしていただきありがとうございました。まずはパノラマルーフ部分を含めた上からの全体像です。個人的にはこの上からのスタイルが一番お気に入りです。外装をじっくり見てもらえるようにぐるっと一周します。全長 4960mm、 全幅 1980mm、 全高 1920mm のサイズとなっております。カラーはソニッククォーツを選択しました。黒と白のバランスがとてもいいと思います。
タイヤのバランスもいい感じですね。後ろにはオプションのトーイングヒッチもついています。このナンバープレートの下の黒いボコッとしたところですね。船とか小屋とか引く予定はないんですけどね、今回初めてつけてみました。横からのスタイルもすごい素敵ですね。かっこいい。それでは各部詳細を見ていきましょう。白い部分がクリアランスランプです。その上にロービーム、ハイビームのランプが3つ。フロントにあるレクサスエンブレムもよく見ると縦に線が入っています。寒冷地仕様が標準装備なのでエンブレムヒーターなんですね。エンブレムの下にはカメラがあります。パノラミックビューモニターのカメラですかね。ナンバーフレーム&ロックボルトセットはディーラーオプションで付けました。フロントフォグランプとコーナリングランプの周りも黒でデザインされています。いいポイントですね。続いてタイヤとホイールを見ていきましょう。22インチアルミホイール、切削後期プラスダークメタリック塗装です。店舗で見たオーバートレイルが18インチなので、そのタイヤよりなんか数字よりすごく大きい印象がしました。続いてサイドミラー、かなり大きく角張っているデザインです。ウインカーをつけるとこんな感じに点滅します。かっこいいですね。ドアを開けると電動格納式ステップが降りてきます。納車した日があいにくの天気だったので早速ステップが汚れてしまっていますが、ドアハンドルも通常タイプです。オーナメントパネルはオークフィルムを選択しました。この部分は何て言うんだろう、メッシュ状に六角形のような模様になっています。ドアポケットとペットボトルホルダーがドア下方部にあります。シートはサドルタンを選択しました。華やかさはないものの、この骨太な感じがオフロード対応の GX らしくていいですよね。シート調整は座席の横にあります。左から前後の位置調整、上下に動かすとクッションの前端の上下の調整が可能です。そして真ん中のボタンがリクライニングの調整です。上下に動かすと今度は座席全体の高さの調整も可能です。細かいのは別動画で詳細します。そして右側部分が腰部分の硬さの調整ができます。早送りで見ると分かりやすいですかね。ここです。手で触っているところが若干膨らんだのが分かるでしょうか。助手席のグローブボックスの上には浅いポケットがあります。こんな感じにスマホを置くくらいの浅さです。前方の座席から後方の座席を見るとこんな感じです。結構前方の座席とも距離がありますし、3人乗ってもゆとりのあるフラットなシートになっています。視線を天井に向けるとパノラマルーフがあります。バージョン L のみ選択できるパノラマルーフは電動サンシェードもついています。調光機能もついており、ボタンで切り替え可能。この状態でも UV 機能があるので日焼けはしにくいですが、日差しを軽減したいときはこのようにオンにするといいです。3列目のシートに座るときは2列目のシートを折りたたむ必要があります。レバーを引けば勢いよく立ち上がるので女性でも簡単にできます。3列目に座るとこれくらいの広さです。結構座りやすいですね。3列目も少しではありますが背もたれを調節できます。手動ではなく電動というのもいいですよね。ただそんなに倒せるわけではなくこれくらいです。3列目だし仕方がないですね。また3列目にもカップホルダーと充電用の USB ポート C タイプが両サイドに用意されています。充実してます。
あと思ったより3列目も余裕があるなという印象です。膝が2列目の背面にくっつかないです。足が長い人だとくっつくかもしれませんが、あと個人的に足が楽だなと感じた理由がこの足元の傾斜なのかなと思いました。平らではなく斜めになっているので楽なんですよね。で、3列目当たり前の仕様だったらすいません。3列目を畳むときは電動です。ヘッドレストも自動で折り曲がります。おー、かなりフラットですね。もう片方も。これシート部分は引き込まれるように収納されるんですね。ちょっとびっくりしました。裏手に回って、これは寝られそうなくらいに真っ平らですね。3列目を起こしているときは収納はこの部分だけになります。NX に載せていた三角板は入りきらなかったので、この上に置いておきましょう。この幅しかないので、荷物が多いときは3列目を畳むしかなさそうですね。せっかくなので後列全部倒してみたいと思います。起き上がった2列目を一度戻します。2列目は3列目よりフルフラットにはならない感じかな。少しちょっとやっぱ段差がありますね。椅子のボリューム的に仕方ないのかもしれません。それでもかなり平らなのではないでしょうか。車中泊する場合は布団を敷いてしまえばこれくらいの段差は気にならなさそう。せっかくなので息子に横になってもらいました。身長180センチの息子でも寝る分には全然問題なさそうです。大人2人くらいなら横に並べば寝られそうですね。続いては戻し方です。2列目は起き上がらせるだけ。3列目は電動なのでまたスイッチオン。ちなみにスイッチは押し続ける必要があります。座席部分が飛び出してきました。もう片方も同様にボタンを押し続けます。3列目のヘッドレストは起き上がらないので、こうやって手動で持ち上げてください。以上、簡単ではありますが外装内装の紹介でした。この後は納車の際にいただいた記念品の紹介です。ここからはおまけです。まずはアレンジメントフラワー。色味がシックでおしゃれですよね。レクサスっぽいです。続いてレクサスベア。ピンクのこの洋服バージョンは初めていただきました。レクサスベアは娘が大好きなのでとても喜んでいました。それから初めていただいたのがこちらのワイン。パッケージはエンボス加工されています。これはスピンドルグリルの形なんですかね。すごいのはレクサスさんの店名と主人の名前と GX550 のラベルが貼られていることです。ちなみに果実酒でした。何かの記念の時にいただこうと思います。続いてはレクサスのロゴが印字されたケースが3つ。まずはこちらはキーホルダーです。ありがたいです。RX と NX ではカードキーをメインに使っていたのですが、GX は即興システムありにしたのでカードキーはついていませんでした。なので今回は電子キーだけなのでキーホルダーを用意しなきゃと思っていたからとてもありがたいです。お次はこちらです。こちらはボールペンです。パーカーのベクターというシリーズ。レクサスマークがついてますね。続いてこちらは何かというとグラスでした。これもスピンドルグリルのデザインが施されています。最後はデメルのクッキーです。デメルはチョコのイメージだったのですが、クッキーもとても美味しかったです。以上、記念品の紹介でした。レクサスさん本当にどうもありがとうございました。ということで今回の動画は以上です。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。